おはようございます。今回は読書 Vlog 第2弾。前回みたいに1週間本に向かって熱意をという感じではなく、今回はゆるりとエンタメを摂取するところを見ていただけたらなと思います。その証拠に今映画を見ています。昨日は徹夜で伊勢神宮日帰り旅行に行き、帰って早々21時とかに寝て5時に目が覚めたので、朝から布団でリトルマーメイドを見ています。2年前くらいからちまちまと見ていて、あと30分くらいです。黒羊は漫画文化のない環境で育ってきた私にとって本当に数少ない追っている漫画でございます。なんで追っているかというと、黒羊の周年か何かで全巻無料というのが数年前にありまして、全巻無料って書いてあるイベントって毎日ポイントを貯めて期間中にギリギリ読み切れるというイベントも多いと思うのですが、これは本当に何の制限もなくどのアプリでも無料で読めるというイベントで、そこで30巻ぐらい一気読みしまして、iPad で当時読んでいたのですが、綺麗な作画も相まって大ハマりしまして、まんまと無料の広告に誘われて、その後は買ったり借りたりで読んでいます。ここから超ネタバレの思い出話をするので、聞きたくない方は1分ほど飛ばしてください。当時私をハマらせてくれた要因として、黒羊というお話、アンダーテイカーという名前の葬儀屋が出てきて、最初は仲間みたいな雰囲気を醸し出していたのですが、いや怪しくねとなるところがございまして、私は漫画を読むときはどうしても活字文化で育ってきたこともあって、絵より文章を読んでしまうんですけれども、ツイッターのある一人の方の詳しい考察を読みまして、それで読み終わった後にさらにハマったというところがあります。かなり登場人物が多くて、私の中でも抜け落ちているエピソードがたくさんあるので、いつか完結したらまとめて読みたいです。表紙が男2人、セバスチャンという羊とシエルという主人なんですけど、最初とかだとイメージある方も多いと思うんですけど、これ BL イチャイチャと思われる方も多いと思うんですけれど、しっかりとダークファンタジーで、この作者さんツイステのメインストーリーを担当されている方でもいらっしゃるんですけど、本当に巧みです。伏線だらけでダークファンタジーなだけあって、人すごい死ぬしグロいんですけど、それを凌駕する引きつけるストーリーと先が気になってページをめくる手が止まらないので、ぜひぜひこの動画ご覧になっているリスナーさんは好きな方多いのではないかなと思うので、よければ読んでみてください。昨日伊勢神宮に行ってきたのですが、本当はその前にアップしたくてできなかった読書 Vlog です。最近はリスナーさんのことを考えて10分くらいの動画にすることが多かったので、今回なんと40分動画、久々にこんなにも長々と字幕をつけました。世に出すものが燃えやすい原因の一つに、私コメント欄があると思っておりまして、例えば毎回地面に落としてから食事することが習慣の方がいらっしゃったとして、その様子をその方が気にせずに撮影して動画に上げたとしても、その動画だけを見たら気づかないという方もいらっしゃると思うのです。ただ動画見ながらコメントを見ていたら、一番上の一番いいねがついているコメント欄が不衛生だってなっていて、そしたら自分もそのコメントにいいねをつけて、それからその人の動画を見てもそれしか気にならなくなるというのがあると思うので、私はコメント欄はデフォルトで新しい順にしています。